めちゃめちゃ稼いでます。よかったー、彼女来てくれて。以前、ネパール人の学生たちの目の色が変わる一大事 SEE とネパールの学校事情をご紹介しました。今回は SEE を終えたネパール人学生たちの思い描く未来についてお話ししていきたいと思います。Namaste everybody, Guy-san is here. 今回はネパール人学生がどんなことを考えているのか、またどんな未来を想像しているのかっていうことを現地の声も含めながら詳しく深掘っていきたいと思います。日本とは全く違う環境で育った若者たちの強い思いであったり、厳しいこともそのままに、綺麗事なしで現実を皆さんにお伝えしていきたいと思います。なかなかシビアな話になってしまう部分もあるんですけども、こちらもネパールの一側面として皆さんに楽しんでもらえたらなと思います。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信していきます。ぜひ今のうちにチャンネル登録、またコメント欄の方で応援してくれると嬉しいです。では早速内容に入っていきましょう。まず前回こちらの動画で詳しく深掘っていったんですけども、最初に教育事情について軽くおさらいしておきましょう。ネパールには義務教育というものは特になく、学校に通い始める年齢も2歳くらいから6歳以上と様々です。その上、試験に受からないと留年するシステムなので、同じクラスに色々な年齢の子供たちが入り混じっています。ここは私がネパールでインターンをした時も、同じクラスに145センチの子から僕の身長を超える175センチの身長の子までいたっていう話をしたかと思います。特に8年生と10年生の試験はめちゃめちゃ重要で、8年生は郡ごとの、10年生は州ごとの統一試験が行われます。10年生の試験結果っていうのが、日本でいう高校入試と大学入試のほんと間っていう感じですかね。この結果次第でその後にある11年生、12年生、本物の大学の少し前の段階、ここで選べる科目だったり行ける学校っていうのがどんどん変わっていきます。そしてさらには11年生、12年生になったとしても試験に受からないと大学入学資格が得られないんですね。この10年生の統一試験が SEE と呼ばれていて、10年間または修学前教育も入れるならば13年間かそれ以上の学習の集大成となります。まずはこの SEE っていうのを目標にネパールの学生たちは日々頑張っていると言ってもいいでしょう。ではその一つの大きな目標である SEE を終えた先にネパールの学生たちは何を考え、どんな未来を予想し、どんな目標を持って学生生活を続けていくのでしょうか。ズバリ最初に答えを言ってしまうと、それは外国へ行くなんです。これは実際にネパールの地元の学生に聞いたところ 80% から 90% の学生たちが外国に行きたいと言っているそうです。実際に私が付き合っているネパール人の彼女ももう SEE を受ける前から外国に行きたいという思いを持ってですね、 SE の前 SLC を受けてカレッジを受けて、その後アメリカのイリノイ州にある大学に入学をしました。そこで私も出会ったんですよね。よかったー、彼女来てくれて。はい、少し話は脱線したんですけども、外国に行けるようになるためにはもちろんその11年生、12年生でいい成績っていうのが必要になってくるんですね。なのであえて好きではない科目だったとしても、11年生、12年生で成績を取りやすい科目を選んだ学生とか、あえて悪い成績でも行きやすいコース、科目によってはやっぱ難しい簡単っていうのがあるじゃないですか。僕自分は教育の分野で生きたんですけども、僕の彼女はウイルス研究とか理系分野なんですね。そこと比べるともちろん教育と理系分野の差っていうのはあるじゃないですか。そういうので、成績は取れないけど理系分野にいた方が私はいい学校につながりそうだなとかあるんですよ、やっぱり。そういった賢く生きるっていうところもネパールの学生たちは頭に留めて学生生活を送っています。
そして実際に12学年を終えるとですね、彼ら彼女らは新しい言語を学んで、それをもとに海外へ旅立っていくっていうのがほとんどになります。そういった方法で日本にも多くのネパール人たちが来ているということになりますね。でも彼らはなぜ大好きな家族の元を離れて外国に行くのでしょうか。その話をする前に、まずは外国に住むネパール人の話をしていきましょう。実は海外在住ネパール人協会なるネパール政府公認組織が存在しているほど、外国に住むネパール人は多いです。この組織を作るのにネパール政府の強い後押しがあったのは、海外出稼ぎ労働者から本国への外貨送金額が増えつつあって、その年額が国家予算をはるかに超えるほどになったためなのだそうです。未だに先進国と比べるとまだまだ物価の低いネパールですよね。そのネパール人たちが先進国へ飛んで外貨を稼いで、そのお金をネパール家族に送金するわけですよ。そのお金がネパールの国家予算を超えてしまったんですよ。これどういうことか分かりますか？国のお金をネパール人の国民たちが超えてしまうぐらい稼いでるってことなんですよ。またはネパールの国のお金がいかに少ないかっていうのがここで伝わるんじゃないのかなと思います。でも実際には外国で働くネパール人めちゃめちゃ稼いでます。ネパールに行って外を歩いてるとめちゃめちゃわかるんですけども、普通の家普通の家豪邸、普通の家普通の家豪邸みたいな感じなんですよ。同じラインにあるはずの家、大体統一するじゃないですか。なのに確実に富の格差があるよねっていう家の並び方をするんですよ。でこの話を聞くと、実は子供たちが海外に行ってっていう話に大体つながるんですよね。こうした在外ネパール人がたくさんのお金を稼いで本国ネパールに寄与していただくといった流れ、スキームになっています。公的な記録によると、ネパールから海外に出稼ぎに出ている人の数は約600万人、人口は3000万人なので、人口の5分の1が出稼ぎ労働者ということになります。出稼ぎ先で最も多いのはマレーシア、そしてカタール、サウジアラビアと続きます。日本は10番目で2万3000人のネパール人出稼ぎ労働者がいると言われています。ちなみにインド・ネパール間の国境っていうのは往来が自由なんですよ。なので出稼ぎ労働者ですよっていう考え方はされなくて、この統計には入れられていません。でも歴史的地理的な観点からインドへ出稼ぎに行っているネパール人の数が一番多いと想定されています。さらにアルバイトによる収入や卒業後の仕事を目的として海外に渡る学生たちを数えるならば、本当にネパール国内がスカスカにこれからなっていくんじゃないのかなと少し不安に思います。言ってみればほとんどのネパールの若者たちが外国にいると考えてください。もしくはもちろんこれから外国に行きたいと思っているネパール学生たちがめちゃめちゃいるっていうことを頭に入れておいてください。どのお宅も家族のうちの誰かが海外へ出稼ぎに行っている、または何人かが行っているっていうのは普通なんですよね。私の彼女もですね、4人家族、お父さん、お母さん、彼女のお姉ちゃんなんですけども、彼女はアメリカへ、彼女のお姉ちゃんはイギリスへ出稼ぎに出ています。こういった実態があるわけですね。さらに私の動画でもちょくちょく出てくるアンモルという僕の兄弟なんですけども、彼も将来はオーストラリアまたはカナダで勉強がしたいと言ってですね、今たくさんめちゃめちゃ本気になって勉強しています。さてどうしてこういった状況になったんでしょうか。もちろんお金っていう面とか憧れっていう面では日本人たちもたくさん持ってますよね。そして私たちが海外に行く、中国とか台湾とかタイとかに行くのって比較的楽にできるじゃないですか。でしかもアメリカとかイギリスっていうのも留学っていう方法を取れば結構簡単にできるんですよ。ではなぜネパール人の方たちはこんなにも海外に行きたがるのか考えてみましょう。これはネパール国内で経済成長を後押しするだけの大きな産業がないのが理由となっています。ネパールはサービス業と農業が主要な産業で、人口の6割が農林水産業に従事しています。にもかかわらず農林水産業の GDP に占める割合はたったの 20% 強。簡単に言ってしまうならば農林水産業っていうのは儲からないんです。ネパール政府は観光業に力を入れていますが、国内の成長が安定しないことや2015年に起こったネパール大地震、コロナなどにより観光産業も振るっているとは言い難く、また高低差がある内陸という立地であることからインフラの整備も難しい状況にあるみたいなんですね。つまりネパールで働きたくても働けないんです。そしてネパールで働いたとしても
儲からないんです。そんな実態が広がっています。そして家族を養うため、また特にはネパールでは男性に目を向けられて働く場所を求めて海外に出ていくネパール人がたくさんいます。それによって両親またはどちらかのパートナー、子供たちのみがネパールに残ってしまうという図式ができてしまうんですね。さて、コロナによって出稼ぎ労働者っていうのはもちろん減少したんですよ。ただこのコロナの制限が解除され始めて、どんどんとまた出稼ぎ労働者の数が増えてきています。また現地の友達によると、学生として海外を目指す意識っていうのが高まり始めているそうです。ではこの背景には何があるのでしょうか。先ほどお伝えした通り、ネパールにはまだ経済発展を後押しするだけの産業がないんですよね。ではネパール側ではなく個人レベル、彼らの気持ちっていうのはどんな状況なんでしょうか。このネパールの学生たちの根底にある思いっていうのは、安楽な生活への憧れなんです。もっといい生活がしたい。でもコロナ以降肌で感じる不況の波にもかかわらず物価は高騰、それに加えてネパールはコネ社会、公平な試験を受けられる公務員試験は数人の枠に数千人の応募があるのだそうで、まさしく狭き門です。もう本当に毎年受けても受からないっていう友達がいっぱいいますね。で、僕の友達には結構障害を抱えた子、目が見えないとか耳が聞こえないっていう子たちが多いんですけども、もちろん公平さっていう部分では公務員試験受けられるんですよ。でもですね、やっぱり面接とかがあってなかなか受からないのが現実です。こういった障害分野っていうのは僕が一番自分の人生のテーマとして掲げているものなので、このチャンネルでもどんどんと発信していきたいと思います。そんなわけで、このコロナが起きてから以前以上に仕事がないと言っている若者たちが増えてきています。もともと海外へ出稼ぎに行くのが普通だったのであれば、今若者たちが海外を目指すのも無理ないですよね。さらにコロナの前まではたったの3割であったインターネット普及率が今現在5割を超えてきています。これも若者たちを海外へ押し出す大きな要因になっているのではないかなと感じています。というのもインターネットのおかげでより海外が身近になりますよね。海外にいる人と話すとか、海外に移り住んでからも家族と電話をすることができるとか、海外の様子を YouTube で見るとか、そういったことが日課になっていると海外への憧れっていうのが湧いてくるんだと思います。そしてもちろん日本同様、カンドラや K-POP はめちゃめちゃ大人気です。10年前までは全くピンとこなかったことが今では身近になったこと、日本に行ってみたいな、韓国に行ってみたいな、アメリカでアメリカンドリームを成し遂げてみたいな、これができるっていう感覚がネパールの若者たちに根付き始めているんですね。以前までは望むことすらなかった、想像すらできなかったことがより現実味を持って周りに現れてきているっていうことになります。本当にこれはなんだか自分にも置き換えられるなと思っています。コロナが起きたことでリモートワークがすごい普及したじゃないですか。で、私は、教育現場に出る人間なので、必ずその場所に行かないといけないんですよね。自分にはできないリモートワークっていう存在があると、そんな働き方ができたらいいなってやっぱ憧れを持つんですよね。だから近い将来はよし、オンラインでなんかできることを考えてみようとか、オンラインで教員になれないかなとか考えていくんですよ。こういった憧れを持つっていう部分には住んでいるところに関わらず似通ったものがありそうですよね。もちろん中にはネパールへの愛ゆえに農業や看護、教育を学び、ネパールで汗を流したいと考える若者たちも少数ながらいます。女の子たちは未だに結婚が生きる道と考えていることも多く、結婚して家庭を守る道を選ぶ子も少なくありません。それでもやはり主流は海外留学、海外出稼ぎです。10代後半から20代の若者たちの会話の中心はまさにそれ。ネパールの街中を歩くと日本語を勉強したいっていう若者たちがめちゃめちゃいるんです。特にゲストハウスとかホテルに泊まると、君日本人みたいな、日本語勉強してるんだ、ちょっと話してもいいみたいな感じになることがめちゃめちゃあります。で、今25歳になる私の彼女もこれからどんな風に海外で展開していけるのかっていうのを常に考えています。ネパールの方々は行って終わりじゃないんですね。僕の彼女も大学からアメリカに行きました。そして4年勉強しました。そして今3年目働いています。次の年、実はビザの問題が出てくるんですね。これが失効してしまうのがもうすぐなんです。それを執行させないためには新しく大学院に行くとか、違う就職先へ転職するとかですね、そういった方法を考えなきゃいけないんですよ。25歳になってもまだまだ海外での稼ぐ方法、海外で働いていく方法を常に考えています。話は戻りまして、12年生カレッジを卒業して海外を目指す若者たちの多くはオーストラリアやイギリス、日本、
韓国ドバイなどへの留学を目指します。150万円から250万円くらいの費用がかかって、費用としてはだいぶ高額です。まずは学生として渡航して、将来はその国で仕事についてお金を稼ぎたいと思っている人がほとんどですね。ネパールは英語教育が盛んなため、英語圏はとっても人気です。日本は将来的に配偶者や子供を呼びやすいよっていうところから人気な国になっています。学生として留学するほどに経済的な余裕がない人や、年齢制限に引っかかってしまう人は、言語を学んで言語の試験を受けてすぐに仕事に就くという形での渡航を目指します。この方法を取ると、日本や韓国であれば約30万円ぐらいで渡航ができるらしいです。この方法は費用は安いんですけども、試験にしっかりと受からないといけないという条件付きです。乗り物の一発試験みたいな感じですかね。自動車学校に通えばお金はかかるけど、しっかりと勉強して試験に合格しやすいですよね。でも一発試験でボーンってやると、賭けではあるけど受かればね、すぐそのまま合格していける、お金もほぼ払わないで済むっていう状況でも、落ちるかもしれないっていうリスクもある状態です。これに似た形があると思います。そしてもっと安い費用で行けるのがマレーシア、カタール、サウジアラビアなどです。費用が安いゆえに試験はなく、身体検査に合格すればいけるので、貧しい人たちに人気の出稼ぎ先になっています。ですが、労働環境が約束されていない、事故や虐待に遭うっていうリスクもあるんですね。なので、ある意味賭けになってきます。比較的に安全に行けるのが日本、韓国、そしてヨーロッパ圏やアメリカとなるとより高額になってきます。でもその分、安全性という部分ではどんどんと上がっていくのではないかなと思います。こうした出稼ぎ以外にもですね、軍隊に入るというのも人気なんです。といっても、ネパールの軍隊ではなくて、イギリスやシンガポールの軍隊に入りたいのが本音です。それが無理ならインド軍も無理ならばネパールの軍隊ということになります。もしもインドとネパールが戦うことになったら、ネパール人同士が戦うんじゃないかって言われるほどですね、インド軍にはたくさんのネパール人が、所属しています。つまり軍隊に入ることすら出稼ぎと考えられるんですね。また、日本でインドネパール料理店を経営する私の友達は、ネパールからは人がいなくなる、年寄りばっかりになってしまうよと笑いながらも半分本気で心配していました。そういった彼もですね、妊娠中の妻をネパールに置いて一人出稼ぎとして日本にやってきたそうです。その後は生まれた子供が1歳頃の時に奥さんも日本に来ることになって、新しいお子さんもできてという形になったんですけども、ネパールに帰るという選択は今のところ考えていないみたいです。やはりネパールの国にいる若者の減少っていうのは感じつつも、より良い環境っていうのが海外にあるのであれば、わざわざネパールに戻りたいと思う方々も少ないみたいなんですね。留学した学生たちも卒業後は留学先の国で働くことがほとんどです。出稼ぎ労働者も安定したビザや環境さえあればそのままその国にとどまり、なければまた他の国へ働きに行くということを繰り返していきます。特に西欧諸国や日本など社会経済が安定した国に渡った場合にはそのままとどまるということが多いようです。自分たちはネパールとは比べ物にならないくらいの高月給で働いて、そのお金をネパールにいる家族に送る、そしてその家族を喜ばせてあげる、これがネパールの若者たちの思い描く未来なんです。そしてこれは実際私のネパール人の彼女、アメリカから送金をしています。そしてお姉ちゃんもイギリスから家族に送金をしています。これが美しい形であるのかどうかっていうのを皆さんぜひコメント欄で教えてください。さて、今回はネパールの若者たちの描く未来という題でお話ししていきました。今回の内容を簡単に振り返っていきましょう。ネパールの学生たちの一大事である SEE を終えた学生たちは海外へ行くことを考えて勉強をしています。そしてその理由は主にお金を稼ぐためでしたね。ネパールで仕事に就くっていうのはそう簡単なことではなくて、そしていい月給のところに入るとなるとコネっていうのがすごい大事になってくるんですよ。親を楽にさせてあげたい、家を建てたい、安楽の生活を送りたい、これらの夢を持って海外を目指す方々が多いです。そして勉強面や金銭面でなかなか余裕がなく留学ができないというネパール人には出稼ぎという選択肢で海外に行くことになります。ネパール人の若者たちの未来っていうのはネパールではなくて海外にあるんですね。
これは私たち日本人にとってはなかなか想像しにくいことなのかもしれません。やはり今でもですね、家族の近くで働きたいとか、家族の近くで生活していきたい、おじいちゃんおばあちゃんを介護してあげたい、そんな風に幸せの形を作るのが私たちなんだと思います。けれど一方ネパールではそんな姿を見せたくても見せられない現状っていうのが広がっているのかもしれません。仕事を取りたくても取れない現状がある、障害があるからといって適正に審査を受けさせてもらえない、またはそれなりの力があったとしてもコネという部分でいい仕事を得ることができないならば、海外に行って勉強をしていい成績を残して、そちらで海外のお金を稼いで本国ネパールに送る、こういった形が彼らにとっての美しい形なのかもしれません。皆さんはどう思いますか？ですが途中でお話しした通り、留学したから終わり、出稼ぎに行けたから成功っていうわけでもないんですね。なので次回は仰天ネパール人の出稼ぎ事情などについてもお話しできたらなと思っています。今後も皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。ぜひチャンネル登録とコメント欄の方で応援してくださると嬉しいです。こんな内容を取り扱ってほしいよというものがありましたらですね、ぜひリクエストでコメント欄に残していってください。日本でもどんどんと進んでいるインフレ、国内だけでこのまま落ち着くのでしょうか。またはネパール人のように私たちも海外への進出を考えていかなければならないのか、皆さんもぜひ考えてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。